こんばんは。キラキラ輝く投資家 YouTuber、元気いっぱい、トマトちゃんがお届けするよ。こんばんは。投資家見習い、ライムちゃんだよ。二人で最近の投資トピックについて、ドキドキしながら見ていくね。今日はね、ウランや原子力発電について、スーパーエキサイティングな話題を持ってきたの。これは、2024年の注目セクターになるかもしれないわよ。このシリーズではウラン原子力セクターのホットな話題をお届けするわ。今回はウラン原子力セクターがなぜ今熱いのか解説するよ。これがコメックスのウラン先物の月足チャート。今ウラン原子力セクターに注目するのはこれに尽きるよ。2016年11月に安値 17.5 ドルをつけた後、徐々に上昇していったものの、2021年8月までは30ドル前半だった。そこから2021年9月以降大きく上昇していったの。特に2023年の後半は伸びがすごかったわ。2016年の安値からすでに5倍以上になっているの。こんなに上がったら、ウラン原子力セクターに注目しないわけにはいかないわね。まるでロケットみたいにね。本当に信じらんない上昇だね。すごい。なんでこんなに上がっているの？それは次回にじっくり説明していくけど、端的に言うと、今、ウランが足りないの。そうなの？ウランが足りないの？その話は次回ね。今回はまずは原子力発電の現在の状況とその盛り上がりについて見ていくね。まずは燃料別の世界のエネルギー消費量を見ていこう。年々増え続けるエネルギー消費だけど、使われている燃料は石炭、石油で半数以上で、天然ガスも含めると大半は化石燃料に頼っているのが現実なの。原子力はたったの 4.3%、再生可能エネルギーも増えたといえ 6.7% しかないの。いかに我々はエネルギー需要を化石燃料に頼っているかがわかるよね。あれだけ化石燃料を減らそうという話があるけど、まだまだほとんどは化石燃料に頼っているのが現実なのね。そうね、残念ながら。けど化石燃料は今後減らしていくのが世界の流れなの。原子力発電は環境にうるさい欧州議会でも低炭素の枠組みに入れられているの。低炭素のためにも原子力発電を増やしていこうというのがウラン原子力セクターの大きな長期的なストーリーよ。原子力発電って他に何か特徴的なことってある？何と比較するかだけど、風力発電、太陽光発電の発電量は毎日の風や太陽光によってその時々で変動するの。季節によっても発電量は変わってくるの。原子力は天候や気温によらない仕組みだから、おおむね安定した電力を供給できるのが特徴よ。ベースの電力としての安定供給に向いているのよね。一方で一度発電を開始すると、それをやめるにはそれなりのコストがかかることも特徴なの。そこからわかることは、発電に必要なウランは一度発電が開始されると止めるまでずっと必要となるため、安定的な需要があるの。この特徴はウラン価格の変動に大きく影響を与えているのよね。ウランの需要は安定しているということね。安定して需要があるって重要だよね。もう一つ重要な特徴は、原子力は少量の濃縮ウランで発電可能ということがあるよね。電気事業連合会電気事業の現状2013によると、一般家庭1年分の電気を発電するために必要な燃料は石炭 1210kg、石油 800kg、天然ガス 490kg に対して、ウランはたった 11g だけで済むわ。少量の資源で発電できるということは、ウランを貯めておくことも可能になるの。
これも今後考えていく上で重要な特徴なの。少しの資源でたくさん発電できるのね。次に原子力発電の現状を見ていこう。原子力発電量は1970年代、1980年代、1990年代と2000年代途中まで増加した後は横ばいになっているよね。そして2011年の福島以降、原子力発電量は大きく落ち込み、そこからまた増え続けているのが現実よ。地域別に見ていくと、北米、欧州が多いけど、福島以降は日本以外のアジアで増え続けているの。とはいえ、世界全体の原子力の発電量は2000年代と比較して現在が大きく増えているわけではないよね。このままだと原子力発電が増えていかず、脱炭素の道のりが遠くなるわね。再生可能エネルギーだけでは限界もあるし、なんとかならないの？そうね。このままでは脱炭素が進まないということで、2023年12月に COP28 が開催されており、世界の原子力発電設備容量を2050年までに3倍にすると22カ国が宣言しているの。今の3倍ってかなり大きな数字に見えるけど、どうなの？これが世界の原子力発電設備容量の推移のグラフだよ。伸びている1970年代、1980年代ならばともかく、設備容量は1990年ぐらいから1、2割程度しか増えていないんだよ。それを3倍にするというのは、残り26年あるとはいえ、どれだけ大きな目標かわかるよね。ここから3倍ってすごい目標だね。世界各国が一致団結しないと難しそうだね。22カ国には電力をたくさん使いそうな主要な国は全部入っているの？この枠組みには中国、インド、ロシアは入っていないの。でもそれはこれらの国で原子力発電を停止しているということではないの。むしろその逆で、中国では現在運転可能な原子炉は55基、建設中が26基、計画が42基、提案が154基と原子力発電をかなり増やしてきているの。インドも現在運転可能な原子炉が22基、建設中が8基、計画が12基、提案が28基と、こちらも増やしていく計画となっているの。ロシアも同様に増やしていく計画。西側、東側に限らず、多くの国が原子力を増やそうとしているの。原子力に反対はドイツやオーストラリアといった一部の国だけなの。世界が一丸となって原子力を増やそうとしているの。これがウラン原子力セクターについて政策をもとにした長期的に起こりうるストーリーなの。ここから2050年の3倍を目指してウラン原子力の新時代が始まることになるよね。すごい。すごい。多くの国で原子力発電が重視されているんだね。これは長期的にウランや原子力発電に注目しないというのはありえないわね。ウラン原子力の新時代の息吹を感じるわ。まるで新しい冒険の始まりみたい。次回はね、原子力発電の燃料であるウランにスポットを当てていくよ。よかったらチャンネル登録といいねを押してね。あなたの応援が私たちのパワーになるの。それじゃ、また次回。バイバイ。バイバイ。